はい、皆さんこんにちは。今まで預言者とか超能力者とかチャネラーとかいろんな能力者がいましたよね。怪しいものから本物っぽいものまで。ただ今日話すのはそんな中でもね、歴史的に見て超評価されたエドガー・ケイシーを深掘っていきたいと思います。彼はなんと周りの人々を治療する能力だけでなく、知るはずもない知識を突如得たり、そしてなんと世界の予言もしているんです。その予言によると日本は沈没している。どういうことなのか見ていきましょうが、そもそもね、なぜ彼が本物だと称されているのか。1877年ケンタッキー州にある田舎ホプキンズビルの農場の長男として生まれたケイシーは内向的な性格で、父親の祖父トマスのことが大好きでした。トマスはね、テーブルの上のものを触れずに動かしたり、ほうきに触れずに踊らせたり、魔法のような不思議な力を持っていたとされているんですけど、ケイシーが4歳の頃、なんと落馬事故で祖父を目の前で亡くしてしまいます。ただ亡くなったはずの祖父トマスがその後何年も家の近くの古い納屋に現れては、ケイシーに南北戦争の話をしてくれたり遊んでくれたそうなんです。ケイシー曰く、集中してみると半透明になったから幽霊だと分かったとケイシーは後に語っています。みんなもね、誰かと話してる時に集中してみたら、その人どんどん消えていくかもしれないよ。そんなケイシー、子供の頃からイエス・キリストのね、生き方に感銘を受け、自分も将来は苦しむ人々を癒し治療し、救うような人間になりたいと思うようになります。父親に買ってもらった聖書を毎日読み、聖書の隅から隅まで暗記するまで読み続けたそうです。ある日ケイシーが12歳の時、森の中で聖書を読んでいるとケイシーは思いました。もし神が自分を守っているなら、その証を示してほしい。すると突然どこからか自分の名前を呼ぶ声が聞こえてきたんです。周りを見渡すと、目の前にまばゆい光に包まれた羽のついた女性が現れ、その女性はケイシーに向かって、あなたの一番の願いを言ってみなさい。驚きのあまり言葉が詰まりましたが、彼には夢がありますよね。病気の人を癒し、苦しんでいる人を救うこと、特に病気の子供を救う人になりたいという願いを伝えたんです。素晴らしい心の持ち主です、ケイシー。みんなだったら永遠の富とか言うでしょ。あ、俺か。ケイシーの言葉を聞いた女性は微笑み、あなたの願いは聞き届けられました。いつまでもその気持ちを持ち続けなさい。そうすれば願いは叶えられますと言い、ケイシーの前から消えていったんです。最後は結局根性論なんですね、この女性。その夜寝れなかったケイシーは徹夜で、翌日学校に行くと授業が理解できず完全に上の空。寝不足かと思ったかもしれないですけど、ケイシーはそもそも授業に集中できないタイプ。居残りさせられた彼は父親に怒られ、ケイシーは椅子から蹴り落とされました。するとまたあの羽の生えた現実逃避ガールが現れて、眠りなさい。そうすれば助けてあげられるかもしれないと言うんです。ケイシーはそのまま教科書に頭をつけて眠ってしまったんですけど、父親に起こされ教科書の内容をテストされると、なんと教科書の内容が完璧に頭に入っていたんです。そこからケイシーは同じ方法で全ての教科を暗記し、3年後にはクラスの特待生にまでなってしまいました。眠りの小五郎ならぬ眠りのケイシー。そんな15歳の時、ケイシーが野球の試合で一塁まで駆け走っていた時です。ケイシーに盗塁させまいと、友人が投げたボールが不運にもケイシーの尾てい骨に強く当たってしまい、そこからケイシーの様子がおかしくなっていったんです。怪我はなかったんですが、何もおかしいことがないのに突如笑い始めたり、普段おとなしいケイシーとは違い紙鉄砲を作り始めたり騒ぐようになっていたんです。その様子を見た父は無理やりにでも縛るようにケイシーをベッドに寝かしつけました。するとケイシーはおとなしくなり、深く眠ってしまったようです。実はこの時ケイシーは催眠トランス状態になっていました。トランス状態のケイシーが彼の声ではない威厳のある声で話し始めます。彼は背骨に当たったボールでショックを受けた。この衝撃から救い出すには特別なパッドを作り、それを彼の後頭部に貼ることであると、パッドに使う薬草の名前をね、話し始めたんですね。今でいう湿布ですね。彼の脳裏に取り返しのつかない障害を残したくないなら今すぐ言ったようにせよと話し続け、両親は言われた通りケイシーの後頭部へ貼りました。するとケイシーは翌日何事もなかったかのように目覚めたんです。これがケイシー初のリーディング。ただこちらは序の口です。ある日ケイシーは喉頭炎になってしまって、その状態でもね働けるということで写真館でね働くことになるんですね。そこでアル・レインという催眠療法士と出会います。レインはケイシーに声を取り戻す手伝いをすると持ちかけます。そしてケイシーをトランス状態にすると、なんとケイシーはトランス状態で声が出たんです。そしてその声でこのように言ったんです。声帯の一部が麻痺していて、その部位の血流を増加させ、麻痺を取れば声が出るようになる。ケイシーはトランス状態の時何も覚えてないので言ったことを、そのレインがね言ったことをケイシーに伝えるんですね。ケイシーはトランス状態のままで自分の喉の血流を増加させるという治療を施し、20分後には喉は真っ赤に腫れ上がり、トランスから目覚めると、なんとケイシーの声が戻っていったんです。レインはこの様子を見て、もしかしてこれ他人にも使えるんじゃねって考え始めるんですね。そこでレインはね、まず自分の体の不調、命
の調子がちょっとおかしいからこれ直してくんねって頼むんですね。その結果なんと無事成功したんです。なのでレインはケイシーに持ちかけるんです。この治療をね他人に行うこと、無料で行うこと、そして一度でも他人を傷つけてしまったらその場でもう終了すること、そのことに関してねケイシーは自分の能力を使うことを同意するんですね。その名もリーディング。この謎の能力、ケイシーは潜在意識、いわば霊的な記憶庫、アカシックレコードを読み解いているようだと感じていたんです。当然話題になった彼の存在は新聞でも取り上げられ、郵送での診断依頼も届くようになります。というのもなんとケイシーは遠隔でのリーディングができ、その人の名前と現在地が分かればケイシーの言葉で言うとそのエンティティ、日本語で言う実体が抱えている肉体的精神的問題を診断することができたんです。エイミーの事例、5歳のエイミーは2歳の時にインフルエンザを患い、そこから精神が発達しなくなり家族の顔もわからないほどでした。ケイシーがリーディングを行ったところ、エイミーがインフルエンザにかかる前に馬車から降りる際に背骨を打撲し脳のうっ血を起こしていたのが原因でした。ケイシーが治療すると3ヶ月後には精神状態が改善され普通の子供のように回復したんです。そんな中彼らの診療所が州の医療当局にバレてしまい診療所をね閉じるように指示されるんですね。州の医者たちがケイシーの能力を研究するための委員会を設置し、研究委員会の実験の結果ケイシーの能力は本物だと証明されたんです。閉めててもリーディングが次々舞い込んでくるので仕方なくね再開することになるんですね。ある日石油業者がケイシーの元へ訪れて掘っても石油が出てこないことを相談してみたら、ケイシーはピンポイントにある地点をニトログリセリンで爆発することを指示し、その通りに実施してみたら石油業者は見事石油を掘り起こすことに成功したんです。ケイシーは未解決事件を解決してきました。老子前の姉がある日何者かに殺害されてしまいました。犯人が誰かケイシーに依頼されリーディングしてみると驚きの展開だったんです。姉妹が若い頃妹がある男性とお付き合いをしていて、そのフィアンセからのプロポーズの瞬間を待っていました。ただその時がやってこない。なんと姉がフィアンセからのプロポーズの手紙を嫉妬の感情で隠していたんです。時が経ちその手紙を発見してしまった妹は怒りに任せて姉を殺害してしまいました。ケイシーは殺害に使われた拳銃がどこにあるのかも発見することができました。ある日モートンという株式仲買人がケイシーを訪れて株に関するアドバイスを200件ももらった結果、なんとモートンは億万長者になりました。ある男性は自分の前世を見てもらいケイシーに依頼しました。その男性は鉄道と内戦に興味がある方でした。リーディングの結果、その男性の前世は鉄道を建設していた方でロバート・エドワード・リー南北戦争時代の軍司令官の兵士だったことが見えました。しかもバーネット・シーという前世の名前までも特定し、男性は前世の自分のお墓を探すことができたんです。どのようにして彼らの人生を覗き見ることができたのか尋ねられたケイシーはこう答えました。アカシックレコードという世界の歴史を覗くことができる領域があって、一人一人の書籍を覗くことができ、その本を開くとその人の人生だけでなく今までの前世も全て覗くことができると答えたそうです。ここまではっきりとアカシックレコードに分かりやすくアクセスできた人物は過去にいるのか。ケイシーの能力を悪用する人たちも当然現れてきたんです。こんだけの最強能力があったら様々なことに活用したい。しかしそれはケイシーからしたら病にね苦しむ人々を救うっていうことからかけ離れたこと。これらの依頼はケイシーのエネルギーをひどく消耗させ体調不良を引き起こしました。そしてある時から患者のリーディング中に患者の情報ではないわずかな予言のような情報が混じっていることにケイシーは気づきました。マスクに覆われた人類の顔は無表情になり笑顔を失う。なんとパンデミックにより全世界がマスクを着用して表情を失うことが予言されていたんです。これは冗談なんですけど、ようやっとマスクの風潮が解けてきてみんな気づいたことありません？朝起きてね鏡見て自分の顔緩んでねと。普段から表情に気を使わなかった分気だるそうな顔になっちゃったかもしれません。そこで便利になるのがサロニアの電気ブラシ。はい、なんとね前回サロニアさんのね案件が大好評だったらしく2回目になります。こちらの電気ブラシ EMS 美顔器とも言うみたいで、顔にある30以上の小さな筋肉を電気刺激しシャキッとした漏れた雰囲気になれるんです。しかも防水設計なのでお風呂上がりにそのまま使えちゃいます。通常電気ブラシは割高ですけど、こちらは2万円台ということで手に入れやすい価格帯で、しかも便利なのがこれ1本で顔、頭、お腹、腕、足と全身に使うことができるそうです。人間工学に基づいたクッション性の高い 3D フィットピンでムラなく使えて5段階レベルで調整できるので、
筋トレ感覚で鍛えることができます。このように顔なぞって刺激していきます。シンプルな見た目で操作性もね使いやすいので、ぜひこの機会にマスク画を卒業して理想的なね自分を手に入れてみてはいかがでしょうか。そして今回期間限定セットをサロニアさんに作ってもらいました。電気ブラシと RF 美顔器、あるいは毛穴洗浄機をセット購入すると、それらの商品が実質タダで手に入るそうです。期間限定なので気になる方はぜひ概要欄チェックしてみてください。話を戻すと、彼は今まで代表的なものだとこれらの出来事を的中させました。第一次第二次世界大戦の始まりと終わり、大恐慌の終わり、アメリカの人種争いと2人の大統領の在職中の死、そして1万4000ある予言の中 85% の的中率だと言われたケイシー。ガチなのは間違いないよね。実はこれら未来の出来事だけでなく、彼はね超古代過去のことも見ていたんです。それが古代文明。1万4000ある予言の中、なんと700回もねこの古代文明について記述されているんです。それが今でいう大西洋に存在していた文明、そうアトランティス。ケイシーの話によると、その文明を築いた存在はもともといた霊的状態から紀元前20万年前にアトランティスに物理的に具現化しました。具現化した時5種類の人間に分かれました。なぜ5種類かというと、ケイシー曰くこの物理世界は五感で知覚され、5つとは物理的な姿の人間を象徴する要素であると。そんな彼らは僕たちよりも物理的にも精神的にも優れていました。重力装置を利用し、反重力航空機で旅したり、巨大なクリスタルを動力源として自給自足のエネルギーを供給していたり、スピリチュアル面で言うとテレパシー、テレキネシス、幽体離脱が可能だったんです。こんな豊かに見えるアトランティスの人々、肉体を持ち始めるとその感覚が夢中になってより多くのものを求め始めました。新しい爆発技術が開発されたり、一部の人間が権力を得ることができるようになったりと利己的になったんです。そこで2つの派閥が誕生します。自然と共存しながら生きたい一なる法則の子供たちと、破壊技術を生み出し始めたベリアルの子。この2つの派閥をケイシーはこのように説明しています。物質的なものを自分のために利用し満足させる。言い換えれば今日で言うところの道徳の基準を持たない人々である。ベリアルの息子たちは基準がなかった。魂は創造主から与えられたものであるか、あるいは外部から精神的霊的自己のプロジェクトに与えられた時期に入ったものである。それが一なる法則の基準であったが、ベリアルの息子たちによって拒否された。そしてそこに登場した3つ目の派閥によって問題が激化していったんです。3つ目の派閥は人間と動物の混合であったため、精神とのつながりを失っていたため、精神的にはアトランティス人と違って成長しきっていなかったんです。なのでベリアルの子たちが奴隷労働に使っていたんですけど、一なる法則の子供たちは彼らを解放したかったんです。このように貧富の差が激化する中、人々は欲望ののみに従い自然との一体感を失っていきました。そして彼らを3つの災害が襲います。1つ目が紀元前5万年前、大爆発により火山や地震が誘発され、ポールシフトが起きた結果氷河期が訪れました。2回目の災害が紀元前2万8500年前、大洪水によりアトランティスが3つの島に分裂してしまいました。ノアの箱舟と関連しているのがおそらくこの災害です。そして最後の災害が紀元前1万600年頃、アトランティスがついに地上から姿を消してしまいました。この災害は今の研究で分かっているものに当てはめると、1万2800年前に隕石が地球に衝突したものに関連しているんじゃないかと。興味深いことに1968年、ケイシーは北アメリカの東の方にアトランティスが再び隆起するかもしれないと主張していたんですね。さすがに見つかっていないじゃないですか。ただリミニーロードというバハマの海底水深6メートルの位置に長方形の平たい石が敷き詰められているのが1968年に発見されたんです。科学的にはこれは自然にできたものだとされているんですけど、果たしてどうなのか。ある一部の人々はこれはねアトランティスのものなんじゃないかと主張しているんです。もちろんそれ以外にもケイシーはドキッとするような予言をしています。1950年代から1990年代にかけて地球の磁極が16度から20度移動すると予言し、イタリアのエトナ火山とマルティーニークのペレ山が同時に噴火し、アメリカ西海岸を一掃する洪水を引き起こすだろう。地球の変化と呼び、人類の経験の新時代の始まりである。当然1950年から1990年の間にね、そういった、ね、天変地異みたいなことは起きてはいないんですけど、捉え方としてね、その間にこういった天変地異の始まりが起きるよということだったら今でも大いにありえますよね。いわゆるポールシフトの始まりです。そしてね、もし本当にこれが起きたとしたら世界は
ガラリと変わってしまうと言います。アフリカが3つに分断される。アジアは多くの土地が沈んでしまう。日本の大部分は海に沈む。北ヨーロッパでは多くの土地が沈んでしまう。これがケイシーの予言する未来の地図なんですけど、どうでしょう。沈みまくってて悲しくなりますよね。そして陰謀的に見ると、こちらの予言が一番恐ろしいかもしれません。なんと彼ね、今起きてる出来事も予言していたんです。また彼は70年前に未来の世界情勢も予言していたんです。1930年には各国の状況を言葉一つで表しています。アメリカ、神への信仰を忘れてしまった国。イギリス、うぬぼれ。フランス、欲望。中国、孤立。インド、知識の内面化。イタリア、意見の相違。1944年6月22日、ケイシーがね、亡くなる半年前の最後のリーディングで彼はこう言ってます。アメリカの精神とは何であろうか。ほとんどの人は自由を誇らしげに自慢している。何の自由だ。様々な方法と作法によって人の心を縛るとき、それは言論の自由を与えるのか、礼拝の自由か。これからの原則の適用において、アメリカは誇っているかもしれないが、むしろその原則が忘れられている。それがアメリカの罪なのである。アメリカの崩壊を完全に語っていますよね。一般的に見たらね、アメリカが正義みたいな世界に成り立っていますけど、果たしてそれはどうなのかという、一体ね、本来の敵は誰なのかという問題を投げかけています。もちろんケイシーの予言はね、あくまで予言で、彼自身自分でこれが全て起きるとは思っていないよと発言しています。みんながみんな夜寝るときに夢見ますよね。その夢のような感じかもしれないです。ただ彼の夢はどちらかというと現実的な夢だったのかもしれないです。ただね、もし彼が言ってることが本当だったら、江戸川ケイシーは皆も一度は夢見たことがあるであろうアカシックレコードに直接アクセスしていた数少ない人物の一人だったのかもしれません。途中紹介したサロニアの電気ブラシの方もぜひチェックしてみてください。前回に引き続き自分のコンディションも良くなれば自信を持って生きることができると思うので、僕もね、どんどん自分磨き頑張ります。ぜひね、皆さんの意見聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。